チェケラド見て14です。今回はクイーンウォーカーズステファニー VS レッツオソポリタっていうところですね。EYG っていう大会だったかな。ベスト16になっています。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ベスト16だったかな。はい。ちょっとね、2時とかでね、ベッドで攻めたかったんで、ちょっとライブでの撮影はできませんでしたが、早速振り返っていきましょう。さあ、ファーストアタックスタドラからスーパードラゴンですね。まあアップで以降ね、スーパードラゴンが出て以降、スタドラもスーパードラゴンに手を出し始めたわけなんですけど、やっぱこのユニット使い始めた人はめちゃくちゃ多いですね。他の大会とか他の試合見ててもかなり多く見ます。まあコツとしてはね、ボマー型で結構スタドラね、好んでやっていくんですけど、タウンホールをボマーが通らないようなルートで、タウンホールじゃないところに、ね、ボマーが行くようなルートでやっていくのがね、めちゃくちゃ強いかなというところなんですけど、今回ちょっと9時に出したアーチャーがね、ラバを引っ張ってしまったと。これなんで出したんだろうな。なんかシンプルにスーパードラゴンって40枠なんでね、まあスタートの位置が気に食わないっていう理由で多分アーチャーを使ったと思うんですけど、そのアーチャーがね、伸びてしまって援軍を釣ってしまうと。まあある意味盲点的な援軍の釣り方をしたわけなんですけど、今後これはこういうこともあるよという教訓になりますかね。さあスーパードラゴンちょっとラバに釣られてチリチリにはなっていって大きく3股に分かれてしまってますね。さあシングルインフェルノが少しめんどくさいような状況、寄りづらいんですが下に向かってくれる。うわー大量の赤爆なんですけど耐えるのかこれマジかHP 高いね。さあクイーンが第1クロス射抜かれていってできれば救えるような形でねスーパードラゴンが射抜いてくれればよかったんですが、さあ最終区画、透析機の部屋にはテスラが5本と対地クロスが現れて、どうでしょうね、呪文がないのでこれを押し切っていかないと、スーパードラゴンとこのロイヤルチャンピオンの気合で乗り越えていかなきゃいけないんですが、そのためにはもうこれ以上の罠は引きたくないんですが、ホーミング。ただまだ緑ですね。さあアーチャータワーまで乗り切れることができるかなんですが、やはりテスラの配置が強いですね。さあ残りキンクとテスラ。うわーこれキンクの HP むしろ高い方が良かったまであるな。さあこのチェインで一気にキンクを殴ってるはずなのにテスラの HP が落ちてってギリギリ残っていく。惜しいなこれ。さあ残ったのはアーチャータワー。さあウィザードの塔も勝つことができず 95%。さあ対して高校ですね。ちょっと何て読むか分かんないんですけど、どこの国かも分からない。さあクイヒーリガホなんですが、ギリギリ拡張の1マスは空いていきましたね。久々に出ましたね、クイヒーリガフ。最近僕もねクイヒーリガフの動画出したんですけれど、皆さんは見ていただけたでしょうか。クイヒーリガフの基礎というわけでね、今回もクラン城とタウンホールがすごい近い距離感にあって、クイヒーで両方射抜けるというところでね、ディガホが向いてる配置になってますね。さあベビードラゴン、これはタウンの軌道までやっちゃってくれると熱いんですがどうでしょうか。ギリギリですが範囲ダメージは入らずと。さあホーミングチェックとね、ある程度の罠はね、この辺まではおいで出していきましたね。偉いんですが角度が悪いですね。アーチャータワーを切ってからもう一回投げたいですね。さあポイズン、ここはね結構奥まで見えたからいいかなこれは。いい角度で入ったわ。もう大丈夫ですね。出すなら別角度って感じ。さあこのまま3時の方からディガホグ展開になりそうかな。ウォールブレーカーがどっかに行ってしまいつつ、トルネードも引き寄せていきますし、追加でね、一応この辺バルーン通ってるんですけど、もう一回出していきましたね。はい。これはやらかしポイント1、10日兵舎が白兵砲に射抜かれているので、これはホグが出るのが早くなるのと、ウィザードの出る数が減りますね。さあウォールブレーカー横についたので、これむしろ強いところにクイーンがこの後流れることができれば強そうだが、うちが入るなこれ。しかもこれマルチ打てるくね。さあ所定で結構罠も出てきたんですが、これはウォーデンがライフホール外れている。さあこれは序盤追いついてしまう。これはトームですね。いいトーム。しかもヒーラーがスイッチし始めている。10日兵舎から出たペッカかな。これはとんでもないところにスライドしてますね。さあ10日兵舎から出てきたホグと最初に突っ走ってしまったホグライダーがトームを合わせたことでね、まだご存命しているような状況。さあラストヒールをなかなか個性的なところに打っていきました。巨大爆弾も
見えつつっていうところで少し HP 落ちてるのを警戒してから早めに打ってきましたね。さあ最終地点はフリーズがまだ打っていけるので、フリーズを温存していきつつというところ、もう一回フリーズかな。打たない、打たなくても乗り越えられるね。確かに。さあこうなるとここで打っていってロイヤルチャンピオンの能力も残っているので、これは止まらないですね。圧倒的物量。ディガホグが刺さる配置にはね、警戒もしなきゃいけない戦術の少しな一つではあるんですけど、今の環境そんなに多くはないんでね、対策されづらいですね。さあ全開を取られてしまいましたが、先行2人目クイーンウォーカーズガクですね。クイヒードラゴンライダー。ツイッターでね、引用リツイートもしたんですけど、最近、各プレイヤーのね、スタッツをまとめてる外国の方がね、また別の、すごい、なんかこっちホーミング2個出ましたね。出てたわけなんですけど、クイヒードラゴンライダーのね、スタッツを上げてるって、その後、その人がね、ガクと僕で合計クイーンウォーカーズ75回もね、1年間でクイヒードラゴンライダーやってたみたいです。すごいね。ガクが 77% ぐらいで、僕も73ぐらいだったかな。2人で75ぐらいだったので、シンプルに4回やったら3回は前回が取れているということで、やっぱね、ドラゴンライダーは先日ね、最強ランキング5000みたいなのね、動画出したんですけど、今微妙じゃねみたいなね、ジョーカーさんに動画出されましたが、やはり現状強い戦術の一つかなと思いますね。さあ今回もやってったわけなんですけど、投石ギリギリ拾っていく。さあ援軍つって、このウォールブレーカー強い。しっかりレイジもかけて奥までウォールブレーカーつけて投石機にアクセスできるような状況。外周部はウィザードでカット。逆サイド新兵器出てますね。援軍処理もしつつ、ポイズンは若干外れてそう。1体漏れてますね。これどういう展開？なるほど。キング3時やっとくんですけど、もう一回3時にドラゴンライダーを刺していくと、援軍釣り用のキングみたいなノリだったのかな、今のは。かつ、投石も降りつつ、そうなるとちょっとこのマルチ IT がね、ヒーラー当たらないようなタイミングで打ってるといいんですけど、対空砲もちょっと入りそう、ギリギリ。どうだろう。さあ、初手でトームかけていって、キングに対してもストライカーを添えることでロイヤルチャンピオンを伸ばしていくと、これは対空は避けれないですね。マルチの方は折れたんですが、逆に新兵器が逆サイドをぶっ放していると。クイヒーの方はなんかギリギリ外れていって、黒くまだ残ってるのでクイーンに対して合わせられそうですね。さあ来ました。しっかり見えてるクイーンに対してはクロックを使うことでクロス、クイーンと安全に処理を行っていって、呪文がまだフリーズとインビジブルがありますね。ドラゴンライダーはちょっと落ち始めてはいるんですけど、ここ2匹重なってるね。強っ。さあここから新兵器解放されていって、呪文も3枠残ってるので、これは止まらないですね。赤爆弾がたくさん出てくるんですけども、関係ないと。あとは回収していって全開ガーサス。強っ。呪文がめっちゃ余っている。ガーサス。さあここ2人目、なんだこの編成は。スーパージャイアントスパザイトすごいね。すごい編成です。スーパージャイアント9体にボーラーとネクロというわけで、すごい編成が来ましたね。さあオーデン、オデヒと新兵器でこれはタウンまでクエイク揺らして取っていくような形。進撃の巨人編成ですね。さあスパジャイが穴を開けてくれたので、スムーズにね、新兵器がタウンを壊した後も進んでくれそうですが、アーチャーに対してはバルキリー。これ援軍もう一回積んないかな。さすがにか。タウンが起動してるので、それはなさそうですね。さあ逆サイドはロイヤルチャンピオンを殴ったりマルチを殴ったり忙しいウォーデンですが、先にロイヤルチャンピオンの処理を行っていきつつマルチを追っていくと。さあベビードラゴンでサイドカットを行いつつ、クイーン、進撃の巨人、ボーラーも添えつつ、キングとネクロは逆サイドへ。さあタウンホールは間に合いましたね。横打ちがないような段階で。うわー、ボーラー。ジャイボーラ懐かしいですね。さあここでトームいいですね。ヒーラーも横打ち入りつつ、さあこれジャイアントそんなに真ん中防衛施設ないですけどね。これは壁開け能力を見てのスパジャイなのかわからないですけど、さあジャンプ1枚なんですが、ここは
ラバに対してクイーンが一生捕まってるので、後衛の、なんだろうこれ、めちゃくちゃ弱いな、後ろ。うん。ジャイアントは一瞬で解けるし、ボーラーはラバを殴らず何もせず消えてった感じですが、それでもなんか強いですね。外周キングネクロの方がすごい仕事してますね。クイーンがラバハウンド処理してここでクロークを残してやってくる。タウンホール壊した新兵器がまだ働いている。この新兵器めちゃくちゃ強いですね。さあここからバルキリーとホグライダーが登場し、最終区画穴開けでつなげていきます。さあテスラもたくさんあるんですが、これはクロークでクイーンが行かれてしまう。お、避けた。やばく。さあロイヤルチャンピオンブーメラン放っていって、なんかこれは止まらないぞ。これはそうだね、ルート作りが綺麗だったね。正直これスパジャイじゃなくてペッカーとかだった。ペッカスパイズだったら多分もっと余裕だったと思うな。これは中心何もせず穴だけ開けてどっか行きましたからね。そしたらクイーンオカズ3人目ホッサンは純正のラバルですね。ヒールが入ってる形。さあこの配置は何度もクイーンオカズ戦で出てきてる。バドジンガーも使ってきたし、どこだっけなと忘れちゃったけど、僕とクラウスが一度取ったことある配置かな。取ったことある配置が出てくるとね、なんか対策してんのかなって感じで思いますよね。さあバルーンで大砲をまずは切っていきつつ、クイーンを3時上側からスタート。もう3時角の方に誘導したい形ですかね。さあ逆サイドはスニークゴブリンでサイドカット。テスラも特に見えなかったので、これはクイーンはしっかり3時側の方に戻ってきますね。戻ってきてターゲットもこれはほぼないと。この隙にユニコーンが HP を回復してくれます。熱い。さあギリギリなんですがタイミング完璧。キングで対地クロスのタゲを取りつつ、ゴーレムで走らせウッドランチャーを中心マルチの方まで誘導する形ですね。さあヒーロー2匹に対してここはキングのフィストで潰しつつ1体ずつ当たってしまうか。さあフリーズをかけてクイーンの HP クロークを温存していきつつ、ストライカーも添えますが、おお巨爆巨爆。さあ真ん中、これはストライカーにもう一度フリーズを打っていって中心レイジ。さあこのイエティたちで援軍もうナイス。さあキングロイちゃんも6時側発動してますね。真ん中マルチまでは降りたかったと思うんですけど、これは援軍ラバハウンドに捕まりつつクローク危ない。さあかなりポイズンはちょっと漏れちゃう。ご主人を失ったヤクがお怒りモードで、ウィザードがパピーを処理できるウィザードが吹っ飛んでしまいました。さあタウン前フリーズをかけつつヘイスト、もう一度フリーズかな。これはおいでラバストライカー刺していって、ここでギリギリトーム危ない。完璧ですね。タイミングギリギリまで引きつけて、ヘイストもかかってるのでポイズン効果を無効化しつつすり抜けていって、さあ奥にヒールを焚くことで中心マルチ狙ってたかもしれないんですけど、残ったところもヒールでカバー。さあヘイストとフリーズ、ラバにねしっかり後追いでトームかけて突っ走ったことで、このラストフリーズかけるまで投石のタゲをずっと取ってくれてましたね。さあギリギリですが押し切っていくことができそうですね。乗り越えたガーザス。このラバスト良かったですね。後追いのラバストトーム、タウンホールの周りをね突っ走るわけなんですけど、ギリギリでバルーンに対してのトームとラバとストライカー出すタイミングのトームのタイミングが完璧でしたね。さあインビジブル最後打ち切っていって終了と食らいついていきます。さあ3人目ですね。対戦相手3人目はクイヒーのドラゴンライダーかな。ジャンプが入った形。バルーンからのウィザードからの突撃艦まで投げていく。援軍釣り、いいホーミングめちゃめちゃ出てきた。援軍釣りイエティですかね。かつマルチまでおることでルートを作りつつというところ。ただでも結構時間は使いましたね。さ
さあ安全に外で処理もできつつ、レイジも使ってないんでね、これは美味しいですね。さあ穴開けを上につけていって、ジャンプがありますからね、この真ん中投石イーグルあたり、まあ確かにこの辺ガン詰まりだな。まあ、火力の高いところでね、援軍釣らずにやっていくと、援軍と、まあ、タウンホールだったり、この辺火力高いところがかぶるっていうところで、まあ、安全に釣ってったイメージなのかな。ルートも綺麗にはなりますからね、サイドカットクイーンのための。さあ、やはりジャンプ打っていって、ホーミングチェックも入念に。さあ、キング展開と同時にイーグル砲が始まっていきつつ、ここはストライカーも添えて、キング処理も。ストライカーには当たらないギリギリの、すごいで、投石機も。かぶらずを走ってた。さあロイヤルチャンピオンもキングの後ろつけてますね。さあクイーンのサイドカット両ヒーローでやって、お、一気に消えた。さあただウォーデン像が強い。お、ロイヤルチャンピオンの方にターゲット取ってくれましたね。フリーズをかけていってロイヤルチャンピオンでストライカーも添えてロイちゃん処理まではなんとかやっていく。ただロイちゃんの伸びがこれはかなり薄くなりましたね。さあ下からドラゴンライダーを展開しつつ一気に始めていきましたね。まあ、これ確かに援軍と被りながらの処理だったら結構火力高いし、トルネードまで見えましたね。さあいいタイミングでのトームかけていってドラゴンライダーが5匹全部生き残ってる間にトームをかけていきました。クロークも残ってるので火力に関してはこれは十分ですね。さあ4体のドラゴンライダーが残っていきつつ、最初この辺ホーミング3つ見えたので逆サイドもありそうですね。さあクイーンがクロークを打ちますが呪文はたっぷり。さあフリーズをかけて対空砲をかわしていって、おおホーミングいっていける。赤バック。さあオーデンに対しておおホーミングやはりやりましたね。2体まで減らすことができました。さあこれは火力的には足りてるんですが、残り時間との兼ね合いかこれは。さあガーゴイルが残り1体ではこれは回収しきることができなそうですね。そうなるとスタドラの 95% っていうところがねラインなので、95より低いパーセントで守ることができれば 92% 防衛熱いパーセントで逆転することができたので、あとは前回通れば終了ですね。さあ4人目クラウスクイヒーディガホグですね。今日2度目の登場というわけで、ディガホグも使われないわけではないというか、使われるとめちゃくちゃ刺さるっていうかね、刺さる配置には刺さる戦術ですよね。なんかスーパードラゴンもそんな感じになるといいなと思うんですけど、お、スケルトンうまい。オーデン像って火力がめちゃくちゃ高いですからね。ここでレイジ1枚を使うよりはこのスケルトンを使うことで呪文1枠温存という形ですかね。テスラスペースもそんなにはないので逆走の恐れがないというところで素晴らしいスケルトン。援軍釣れるか微妙なラインか。お、いいタイミングでクイーンが入ってくれましたね。簡単にこれはテスラも拾えつつ美味しい。これはお、ウッドランチャーこれは何もかけず、おおヒーラー許容してきましたね。逆にこっちをちょっと撃たれてることに気づき、シングルインフェルノと穴開け用なのかなこのウッドランチャーは。さあホーミングチェックも奥までつけていきますが、どうだこれはタウンポイズン浸りつつ、ちょっと届かない。さあドラゴンライダーも出していったんですが届かない。タウンポイズンが強いですね。援軍がちょっと微妙な感じになってしまったか。しかもラバハウンドフリーズも外していく。ラバにしか当たってないというところでかなりきついですね。さあおいでホグライダーを登場させました。これでシングルインフェルノのタゲをクイーンに入らないようにキープしていきたいんですが、どうでしょう。さあレイジ、このレイジはスケルトンを打ったことで確保できたレイジですが、素晴らしいギリギリのリカバリーでなんとか確保はできましたが、クイーンは別の壁を殴っている。クロス打てるんですけどね、3タゲがこっちに入っているか。さあクロスからのタゲがずっと離れないのでヒーラー落とされてるんでね、クイーンがそろそろ怪しくなってきます。さあフィスト使っていってウォーデンもっと前へ。ウォーデンクイーン入れたい。ギリギリ
入らない、これは。うわ、今更入る。今更入ったけど。さあ、対地クロスではなかった。おーっと、そこで殴るの変えるの？とんでもないムーブだな、このクイーン。さあ、まだヒールが1枚ありますね。さあ、ロイヤルチャンピオンの能力とヒールがまだ残っている。ブーメラン打っていきつつ、ここでストライカー登場。ストライカーはクイーンに攻撃入りましたね。なんとかこれはロイヤルチャンピオン乗り越えられそうですが、処理だけして終了。さあ、ラストヒールを使っていって、ディガー自体はかなりいるんですけどね、ちょっと丁寧に作りすぎたところもあり、時間は使ってしまったか。残り時間が3秒しかない。時間が足りず 87%。さあ、というわけで4人目ですね。87と95で、対する相手が 92% なので 90% 以下の防衛が一つ確実に欲しいところですね。じゃないと勝てないというような状況になりました。さあ、初手突撃艦でタウンホールを狙っていきます。さあ、そうなるとタウンホールからの攻撃がクイーンにも入るので、逆走っぽい雰囲気を。なんかめっちゃいい角で打ってる、これは。さあ、ゴブリンセットでまずはタウンホールを落としていきました。この配置はね、クイヒー最強ですからね。だいたいこのツールを通していけばなんとかなりますからね。そこホーミング2個あるからね、テンプレは。さあ、シングルとは被らないところでなんとか援軍処理ができるという。これはもう止まんないよね。レジェンドやってる人ならわかると思うけど、食い火めちゃくちゃ簡単だからね、これ。穴あげがね、ここだけで済むんで。さあ、キングにしっかりと、これはキング用のウォールブレーカーも投げてくるか？ちゃんと投げれますか？さあ、フリーズをかけてシングリンフェルノのところ、ウォールブレーカー出さないですね。さあ、キング自力でやるとロイヤルチャンピオン突っ走っちゃうからね、先にね、穴開けとくといいですよ、この配置。さあ、ロイちゃん捕まっていきましたが、ブーメランを使わせていきました。さあ、ラバルは上から。対空砲は結構いいレイジトームですね。ラバは後追いで出していきました。初手ラバしてくれればね、一瞬で解けると思ったんですけど。ただホーミングめっちゃ吸いましたね。バコンと。さすがにこれはでも無理だな。惜しい。マルチ避けで。マルチ避けてくれればワンチャンあったけど、さすがにな。この食い火決まってしまってはもう無理だな。さあ、防衛のロイヤルチャンピオンがただオーデンを殴り始めましたよ。さあ、バルーン落とせるかどうかなんですけど、ここはインビジブル。そうなるとオールの寄ってきたガーゴイル。オールを倒すことはできそうなんですけど、数の暴力でロイヤルチャンピオンが勝利されてしまいそう。さすがにきついか。こりゃ無理ですね。最終アタックで全開を取って防衛すれば勝ち筋がまだ残っているという状況。さあ、最終アタックやっていきましょう。クイヒードラゴンライダー。冒頭でも言ったんですけど、クイヒードラゴンライダー、なんだかんだやっぱ使う機会が多いですね。さあ、天才ですね。今回は天才とウッドランチャーを使った形になっていきます。シングルインフェルノとかにね、打ち込むことが多かったりするんですけど、今回ウッドランチャーのルート作りとクイヒーのルート作りで、シンプルに真ん中マルチを打っていくのが強いかなと思って、ルート作り用の天才を打っていきます。はい。さあ、クイーンのサイドカットにウィザード2体で氷押しで戻していくと。ちょっと攻めようと思ってたんで、ここは。綺麗に戻りそうならね、ウィザード使わず別のところで、キングウィズとかね、やる予定だったんですけど、無理だというところで、緊急回避です。さあ、しっかりイーグル周りを裸にしていきつつ、インフェルノドラゴンがね、今回持ってきているので、インドラで、イーグル砲を射抜いていきつつ、このエリクサーポンプもね、気になってたんでね、ドラゴンライダーではなくインドラを採用したところは、その辺も理由の一つですね。
インドラの方が速いからね、破壊速度が。あと防衛施設だけじゃないところも削れるんでね。さあ真ん中マルチの方に天才を打ち込んでいくんですけど、イーグル砲が発動する可能性もあるんでね、イーグル発動後に打つのを決めてましたと。さあエア性あるんでそろそろ打ってあげればよかったですね。さあここでしっかりとこの辺のエリクサータンクまで切ってくれたので、クイーンがこっち側に引っ張られちゃうとねダメだなっていうところで、エリクサーポンプの方まで切ってくれるとありがたいというところでした。ただウッドランチャーなんだけど、大砲の攻撃をね数秒間受けてしまったので、最後の区画穴を開けることができません。キングからのウッドランチャーをもっと早めに展開するような感じでやってれば届きそうでしたね。ここは少し反省点の一つですが、中心マルチがきっちり折れてることによって食い火への被弾もないし、食い火がそれる予定もない、ドラゴンライダーのルートも削れているというところで、かなり綺麗にルート作りができてるんじゃないでしょうか。これでしっかりとスケルトン処理もできましたね。さあこれ以上待っててもね時間切れになるだけなので、このタイミングで始めていきます。タイミング的には良かったかなと。さあ初手ドームでストライカーでロイヤルチャンピオンを処理していきつつ、ドラゴンライダーを突き進めていってレイジと、このガーゴイルはね赤バクの、でもどっちにしろこれあれか、よく考えたらあれだな、ラバパピーの処理のねガーゴイルはね後々の赤バクも拾えるような角度で投げると一番強くなるんで、そこを覚えておくといいですね。はい。なんですけど今回の場合はウッドランチャーから、そういえばアイゴレとバルーン出てた。さあタウンホールの方にクローク合わせていきつつ、残ったレイジで押し切っていってと、これで前回まで伸ばしていってラスト防衛のみというような状況を作り出すと、まあドラゴンライダーパートを始めるタイミングも良かったですね。今回に関しては時間感覚がバッチシでした。はい。天才を真ん中に打ち込んだ状況でね、呪文の枚数も減ってきてはいるんですけど、ドラゴンライダーは呪文がそんなに必要ないところと、火力を抑えるようなルート作りができたので綺麗に取れたかなと。さあラストアタック、選ばれた戦術はスーパードラゴン7体ということでね、もうこれやばいよね。超一列どころかもう2匹しかいないユニットだけ見たら2体しかいない。もうそんなことある？スーパードラゴンとバルーンだけ74ってもうドラドラよりも短くなっちゃった。もうこんなに短いの見たことないんだけど。さあ時間も1分半ぐらいですね。さあクローンが一発入っている、ポイズンすら積まれないタイプのスーパードラゴン。さあキング逆走の恐れありかと思われたんですが、これ範囲ダメージのね近接してる施設に対してダメージが入るというスーパードラゴンの能力によってサイドカットギリギリ間に合っていって逆走は避けてきました。さあここで大量のスーパードラゴンと突撃化にかかるようにドームをかけていって、援軍はなんとここに関しては細か系のもの出てきたかと思ったらラバだったね、普通に。さあタウンはクローンなんですけど、なんか地味にバーバリアンもクローンされてます。はいさあタウンまで通ってしまって、中心それたドラゴンライダーちゃうわスーパードラゴンも、こいつらだけウォーデンなしでも圧倒的な仕事量をこなしてしまう。さあここから絶望のロイヤルチャンピオン、逆サイド流れたウォーデンとスーパードラゴンが止まらないと、ホーミングとね対空砲のセットでようやく止まるような形ですからね。さあクロークとロイヤルチャンピオン能力残して最終区画逆サイドからスーパードラゴンが3体ウォーデン付きでやってくると、これは強いな。さあブーメラン放っていって最終区画にロイヤルチャンピオンのスーパードラゴンが合流してきて、クイーンも黒く残っていると圧倒的ですね。これは強い。スーパードラゴン強えな。もう綺麗なスーパードラゴンでしたね。はい、というわけで今回はクイーン・オガズ・ステパニー VS ちょっと読めないポリータさんとの試合だったんですけど、13対14でほぼほぼパーフェクトゲームを取られてしまうという、ラウンド16で敗退という形になってしまいました。環境的にはねあんまり向いてないって言われがちなクイヒドラゴンライダーなんですけど、やっぱりこれでね今日も2本全開が生まれたりとか、対戦相手はドラゴンライダー、いやー時間切れしてましたね1本。使われる戦術的には結構バランス良かったりはするんですけど、やっぱ一つはスーパードラゴンが頭抜けてる感じかな。難易度的にもスーパードラゴンがねうまい感じに調整入ればすごいいい環境にはなりそうですけどね。またねそろそろね
クイーンウォーカーズカップも始まりますので、日本クランがどう今の環境で新年戦っていくかみたいなところもね、スーパードラゴンとフレームシューターか入ってからのまともな日本の大会って日本だけじゃないな、世界大会以降のねちゃんとした大会ってそんなになかったと思うので楽しみですね。というわけで今回はこんな感じだろうと思います。チャンネル登録お願いします。次の動画でしましょう。さよなら。